たんですよね。この入り身だとね、で今この手これでこの手邪魔なんで邪魔上にでなるべく自分まっすぐこう来て今こうやったの。今度はこう来てぐっと転換して転換するとこう手が自分の下にありますよね。でここからとこれだとおかしいからこの場合には手は上にこう上の転換ね下の転換下段の転換だといつもやって下段の転換こうした今度上段に転換するのこう中に入れるでしょ。このままこう、上段に今度転換してそのまままっすぐこう上下向こうは押さないようにこうやって転換こう緩めてもいいですよ。緩めても下に入ってる自分がここから成長するね。じゃあこれやってみましょうね。下はこう下は普通自分が上だから上転換だ。この手がねここの位置より向こうへ入っちゃうとこの転換もそうなんだけど向こう行っちゃうとダメなんですよ。触った位置から必ずこの位置からこっち来てるの多い。だからこの肘のって、ね、これがこういっちゃったらさ全然ダメ。だからここまず伸ばすのこういうふうにほらこういうふうに見えない。こう曲がっててもさこっちへ伸ばしてくる。こういうふうに転換だから腰がこう変わってきてんの。そして伸びたらこれが入ってくるのね。こういう形になってる。ボキッてやってこれ本当は終わりなんだけどこんなことやっちゃいけないから昔の一挙運動こう、ね、一挙運動これなの。これ彼が来たら手がずっと伸びてるのよこっちへ。一挙運動だからこう来てこっちやった時にはこの位置からこっちまで自分の手がこういうふうに伸びてるでしょ相手の手が。で腰替えて一挙運動やってるのと同じなの。こう来てこの手伸びてるのこういうふうにこんなとこまで来ちゃったの。伸びてるからこの手が伸びてる。だからこうやって入って入る、そういう感じだからちょっと下転換と下もねこうやって入っちゃダメですよこれね。こうやって来た瞬間来ちゃうから。この手が伸びてるからおへそが向こう側に向こうへ行って彼のおへそはこっち回ってきて普通はやりたいわけこうねなんか持った瞬間におへそはいつもこっち向いて僕のおへそは攻撃する人はこっち向いてるわけ。ところがこの手が出ちゃうから持った瞬間彼が向こう行っちゃうからあってだっておへそがこっち行っちゃう手が届かなくなっちゃうでそれが四角の位置ね。だから転換もこっち入ってきたらありがとうってなっちゃう。だから転換も触った瞬間に手が向こうへ出てる。だから僕は届かないっていう状態。これグッとこっち入ってきちゃったらありがとうってこないなっちゃう。だからそこのところをよく理解して上転換も同じだからこっち行っちゃったらこれ意識的にこの肘緩めてそう緩めてポカッとくるんでねこともできるの。この瞬間では来ないんだけどこうやってやった瞬間来ないけどこれほら緩めてるから意識的に。だからこれやってる人はすぐ緩めますよ。緩めてパンってきますよ、ね、伸びてもすぐ緩めるから意識的にね。だからこの手は向こうへ出すのこういうふうにそういう練習。じゃあちょっと上転換やりましょう。こうねこっちへ出す向こうこっちねあっち。じゃあ少しいつもこういう姿勢ねだからやるときにこうあんま曲がんないようにボッケ振ってんだから転換もボッケ振ってこっからこうボッケね振りかぶる。その前段階上は振りかぶりながらこうに入った。これは姿勢はちゃんとしてるの。あんまりこうやって曲がらないの。なるべくそういう最初はしょうがないんだけど
そういうこと注意してないといつまでたってもこうなっちゃうの。だから自分で意識して、ああ姿勢正しくしなくちゃいけないなって思いながらやった方がいいんですよ、いつも。そうするとすぐ治るから。それやらないでやってるといつまでたってもこうやってなっちゃうのね。だから意識、表面意識に上げて、その姿勢正しくしてやらなくちゃっていうことを、曲がっちゃいけねえなとか、そういうことはいつも意識に上げてるので、ああなったら、あいけねえ、あ曲がっちゃったってこう直すの。そうするとすぐ直っちゃうから、そういうふうにやってほしいんですよね。じゃないといつまでたってもね、こうやって曲がってやってるから。すいません、そういうことです。じゃあ転換ね、上転換と普通の転換ね、普通の転換こうずっと持ってくると、こういう手法投げね。上転換も同じ。上転換もこうやって上転換やって、もうここにあるからこう回れば2つ同じ。下転換と上転換同じ。下へ切るんだったらこうからずっと振りかぶってきて、こう、ね、木剣でこうやって切ってるのと同じ。上転換も出ていかないで腰を切ってこうね、こういうふうに入ってくるんです。こういうふうに一挙と同じ、一挙運動と同じね、こういうふうな、転換してこうですけど、普通は、上転換の場合は転換と両方ね、こういう両方できるんだけど、どっちでもいいや。転換してもこれ、ね、このままこう回ってくるとここ首あるよね。そういう感じ。縦にね、横に切らない。だからこれも同じ。こうやってやってまっすぐ来て、ここにポンと切ってんのこれ剣で。転換もこうね、こういうふうに抜いてきて、ここにねまっすぐ振りかぶってこう切ってる。そういう感じ。じゃあちょっと塩投げでいきましょう。2つやった時にこう転換してこう来ると後ろ取ってやると、こういうのが1つね。上の転換でこういうのやったんですね。これこうそのまま抜いてくるのとこうなってきて、正面打ちとかいろいろあるけど、今せっかく下と上やったからそれを2つ。下の転換だったらこうそのまま抜いてくるの。こういうふうに転換してますよ。こういう。そして足がここに入るの。そこから全部もらえる。この足向こうへ転換するんだ。この足向こうへ少しね、こうとこうなってきて、で自分の中入ってきて、これが下。上はここからこういうふうに下の転換する。これ切るのね。足抜くとこうなって、また同じで、この足今度前の足をこうやって下げてとこう来て、自分の中入ってきて、この2つどっちやるか考えてね。途中中途半端でなんかやらないで、下やるんだったら下ちゃんと転換して、それから抜いて足を変えて腰を、ね、こうそういう形。上だったらこの手切れないように両手使ってもいいです。こうやってね転換して、これでもいい。こう引いて上下。じゃあこの2つやります。手使った方がいいんですよ。片手でやってるとね、すごいアンバランスになっちゃうの。両手できたら両手。上転換もね、両手で一挙運動やってるの。両手でこういうふうに普通がね。片手でやるとすごく難しいの。傾いちゃうから。こっちの手でバランス取ってんの。木剣も片手で振るのはすごい難しいの。片手で人切れないよっていう人もいたんだけど、両手使ってんの。両手だからできるだけ両手使って自分の成長性にね。こっちもそう、両手使ってる。片手でやっちゃうとあんまり良くない。いつも両手、いつもこう両手で、今度こうなってますよね。で今何やったんだ、右投げやったんだ。今度この手ね、この手持っていいとこ来て、いいとこまでさばくの。どっちでもいい。こういう状態からどっちでもいい。こっちでもいいや。それで上から落としてくるとこまでね。でこう下も同じ。下は相手の手がこういう転換だから、相手の手があるからこっちから取れないから、それはこっちから取るの。で抜いてくるのと、こういうふうに持ってる。でこれを持ち替えてこ
難しかったら持ち替えてください。持ち替えるってことはこれを持ってこれを持つ、これを持ってこういう動きね、こう転換してこれ持つの、こういうふうに持ってんので、これいろんなことできるんだけど、指投げもできるとか、あとまあ例えばこうやってなんかね、こういういろんなことできるんだけど、持ってたら安心でしょ。だから安心してんの、こうやって持ってんの、ボンボンとかボンボンとか持ってるから、それで持ち替えてから落とす、こうなってる。であんまりこう切ってさばいてその方がかっこいいんだけどね、こうやってさばいてこれかっこいいけど、最初のうちは転換をしてこう持つんじゃなくてこうね、こう持ったわけ。そしてこういうふうにでこうでこう、じゃあ上転換と下転換。最初普通ね、小手返し、この肉ね、こうやって持てって言われたの。この小指と小指の薬指の線と小指の間ぐらいに親指が来るのね。ここちょうど急所になってから痛いのね。でここはこの肉、親指の肉ここ引っ掛けてるのと、親指はここに入ってるのでギュッて痛くするので、痛くしちゃいけないけどね、本当はやるのだから。今はこうやっただから、今はこのままやったんですよ。本当はこうじゃない。本当は小手返しの時はこう痛いのね、これ痛いってなっちゃう。あんまりやりすぎちゃいけない。まあそういう話3個まで言ってたんです。じゃあ同じね、下からこう今度今こうやってやってこう持ち上げたんですね。同じようにこう来てこう下から持ってこのまま上げてくるとさっきは小手返し持ち替えてこうさばいてきたんだけど、ここのところにちょうどいい位置とこういう形で持てるのね。転換でこう持ってからこう上転換抜いて上から今度上からこう入ってこの手がここにガツンとしてこうなってる。小手返しと同じ形は位置が、僕の位置が違う。さっきは小手返しこうだった。今度はちょっと近いこうなってる。でここさっきはもっと近かったかな、四方投げやったから位置が違うだけ。みんなこういう形になってる。手の形は同じで、ここに落とすのね、相手の重心のところでちょっと位置が、だからさっきの小手返しの位置とちょっと違う。今度もうちょっと近いの、こうね。でここに落とすの。いいよ、後ろそうなって、で今度はこの手抜いてちょっとこうね、今上からやったの。今度は上からやったの忘れてた。上からやっても同じこう抜いてから、今下ゴキってこれ終わりなんだけど、抜いてきてここに入るの。こういう形ね。それで下落とす。それでこう上と下両方できますよね。下抜くんだったらこう来て下抜くの。それで額でずっとこの辺で最初からもしいっちゃうとこう自分の姿勢崩れちゃうから、さっき小手返しと同じようにずーっとこの辺まで来るまで待ってんの。別に持たなくていいから、姿勢大事。まっすぐ入ってここで持つ感じ、ここで自然と手の中入ってる。それから落とすのね。後ろこちらに下げた方がいい。下げてなんだ受け身かな。右足を下げて受け身、右足を下げてそれで受け身。そういう感じね。上と下じゃあ両方できますよね。じゃあやってみましょう。どうぞ。こうやってやって上からね、上からこうやってやって抜いたら上からこういう位置からやっちゃダメだからね。だからちゃんと自分がちゃんといい位置来てから上なの。上は上なの。そしてこうねやるんですね。今度下からやりましょう。転換して
今度下からどうしましょう。下ですよね。下からずーっとこう上げてきてと一挙になります。こういう形。今上から上回転はこういう感じ、下回転だとこういう感じになってくるから、これだけ違うの。これ一挙の形ですよね。下ね、下から入る。手を下、これ上がらないからこういうふうに滑らしてくる感じ、こういうふうにとこうなってくる、こういうふうに。そうするとこの手あんだよね。この手いつでも来るってね。だから手嫌でしょ。だから上行くの。そうすると手来なくなる。やってこの手上行っちゃってっからでここ入ってくるの。こうなってで向こう上も同じ。こうやってね、こうやって出してきて、もう下入ってっから、このままこういうふうに入ってくると、ここにもうこういう相手の中入っていける。でこう今度は下から上に出すんだったらこう出して、で下からグーってこういうふうに入るの。でここに相手の中、そして向こう。手はこうなってますけど、まああんまり気にしない。最後はこうね。じゃあこれちょっとやってみましょう。一挙みたいね。終わっちゃってね。それで下からこう回してたのね。でこうなっちゃって、この辺で入ってる人、表から行こうとする人いるんですけど、これだとこっち入っていけないから、その場合には一歩こっちこうついで、それからこっちね、ちょっと一歩継ぐっていうのが大事じゃないと直接は無理。でも入る必要ないんですよ。こうなってこうやった時に後ろに入ってんだったら、もうこのままこっち来ればそれで終わりだから、裏で終わり。でも形として表やりたいっていう人はね、一歩ついで、今度同じこうやってやって、今こっちからこう入ったんですよね。この後ろ入んの。今こっちにこう入ってたのとか、今度はこっちから入るの。今こうやってこっちから入ったる。この手のこっちから入ったけど、今度こっちから入るの。こっちからこういうふうにこうなっちゃうの。やってること同じなんだけど、入っていく場所が違うだけ。こうやってこうなってね、ちょっと姿勢まっすぐして、普通にこうなってんの相手。今こっちの線から入ったんだけど、今度こっちの線から入るの。そのためにこの手をずっと下げてきて、ここが入るの。こういうふうにそうするとこうなっちゃう。それで、なんか3挙かな、3挙入っていく方向は違うだけ。上転下も同じ。ここからこういうふうに入ってきて、下からこう入るの。内側からこうなって、そして持ってやってること同じなんだけど、さっきの息と同じ。ただ内側こうお尻の方にね、こっちから入っただけ。こうやってお尻の方にこっちの線からこうやってここに入ってきた。これ手があるから頭からいくとこうぶつかっちゃういけないんだけど、足から入るの。足からこういうふうに手あっても関係ない。で下こうなって、こうで手を詰めて持ち替えて、じゃあちょっとやってみましょう。転換して、今ねこう抜いたらそのままバーン、上から下バーンってきた、抜いた、上から下こう、それだけ。これ基本で基本なんだけど、一番簡単だけど一番難しいの。抜いたらそのまま額からこうわざと倒れてるみたいに見えるけど、まあわざと倒れてるかもしれないんだけど、こうなって抜いたらね、自分の位置こう出しちゃダメね。こうなってるから重たくなっちゃうね。ボッケン振るってさっき言いましたけど、ボッケン振ってるのとでこう回って、いつもこうさっき一番最初やったボッケン振ってる意識ね、下も同じ。こ
こうやってやったら勃拳振るの。この手でこう。こうやったら勃拳振るの。こうやってあんまり開かない。勃拳振るときこうやって振らないから。間違えた。こうやったらね。こういうふうに振ってないの。こうね。ちょうどまっすぐ触れる位置まで動くの。ここが例えば触れないとする。ぶつけて。触れなかったらね。いかないよって言ったら自分がここちゃんとスムーズにこの力なくて触れるところ探すの。この辺かな。全然この手何にもしてないのね。自分が移動してるだけ。移動してちゃんと正常に触れる位置。その位置が例えば斜めいっちゃうんだったらちゃんと動いて正常に触れる位置まで動くってこと。こう来てちゃんと触れる位置。それからどうした？あった。それからこう来たんだね。そういう話だから。自分が相手に合わせて動くってこと。じゃあ少しまっすぐ入り身投げみたいな。